殺伐としたイヤホン界隈に、颯爽とパンダモンがやってきた。主張が強い。というわけで、やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、美しいイヤホンを安価で多数送り込んでいる、キネラのサブブランド、低価格モデルを担う印象がある、キネラセレストから、2代目の平面駆動イヤホン、キネラセレストパンダモンだ。パンダモンのビジュアルの強さよ。いやいや、キャラクターだけに惑わされそうになるけど、パンダモン、かなり面白いイヤホンだと思う。今年は平面駆動の年、と言ってもいいくらい、大量に平面駆動イヤホンが発売されたんだけど、パンダモンは、その中でもことさら安価なグループに入る。パンダモンの前身として発売された、セレストガミホは、現在市場に大量に登場している、13mm オーバーの平面駆動ドライバとは異なり、角型の振動板を持つ、10mm×10mm の正方形のドライバ、スクエアプラナードライバ、略して SPD を採用する。正方形であることが音にどう影響するかは置いといて、振動板の面積で換算すると、現在主流となっている平面駆動イヤホンたちより、一回り小さいドライバを使っているんだよな。そこにさらに BA を組み合わせたものが、このパンダモンの先代である、セレストガミホ。平面駆動ドライバは、小さいほど低音が控えめな印象がある。ガミホもその例に漏れず、低音側はかなり淡白な仕上がりで、さらに、BA で高音を補強していたので、かなり高音域に集中したイヤホンとなっていたぞ。対して、今回登場したパンダモンは、10mm×10mm の正方形の平面駆動ドライバを採用しているところはそのまま。ただし、こちらには BA が搭載されていない。セレストガミホは、もともと高音域側の表現がより多くなる平面駆動ドライバに、さらに BA を足すことによって、強烈な高音よりイヤホンになっていたんだけど、今回のパンダモンは平面駆動ドライバ1台のみでの勝負だ。ただ、とはいえドライバサイズがライバルたちに比べて小さいので、低音域の量感について期待するよりも、高音域側の繊細さに期待した方が建設的だと思うな。パンダモンに採用されている SPD は、ガミホのものから世代が進んでいて、これが価格差になってるんじゃないかな、と思う。外装について見ていこうか。パンダモン最大の特徴である、パンダモンがでっかく書かれたフェイスプレート。近くで見ると、かなり凝っていて、パンダモンの縁取りの外側はメッシュになっている。それ以外の部分は黒い樹脂製で、ここら辺の手触りは、先代であるセレストガミホに近いな。ガミホと大きく形状が違うように思えるけど、実はドライバ周りと、装着感に影響するノズル周りの設計は、ガミホとパンダモンはかなり近い。ただ、今回は、より高さのあるイヤーピースが最初から付属するので、ガミホの標準イヤーピースで聞いた時のような、装着感の頼りない感じはないはずだ。ノズル周りはロートのような形にシェイプされていて、装着感に違和感は感じなかった。厚みもそれほどないし、重量も軽量だと感じるので、装着はしやすいイヤホンだと思うな。四角形の振動板のおかげか、ある程度設計に制限があるのかもしれない。付属品は、板バネ式の開閉機構が付いてるソフトポーチ、イヤーピースが2種類。それから、パンダモンの周りのメッシュを掃除するためのものと思われる、クリーニングロッド。そして、付属ケーブルだ。付属ケーブルはグレーのワイヤーで編まれていて、取り回しやすく、日光による劣化の心配も、それほどしなくて大丈夫そうだな。リケーブル方式は、非埋め込みの2ピン端子、いろんなケーブルに対応できる、定番の端子形状だ。それから、ガミホにも付いていた、金属製のキャラクタープレートが1枚。今回はもちろんパンダモン、パンダモン、ごついデザインだな。今回登場したパンダモンは、セレストが先に発売したイヤホン、ガミホと共通点が多い、が、BA が今回は搭載されていない。セレストガミホは低価格の平面駆動ハイブリッドとして期待されたんだけど、蓋を開けてみると、BA は伸び伸びなるというより補助的な役割が強く、また、同時期に発売された、よりサイズのでかいドライバーを積んでる平面駆動イヤホンと比べると、そこら辺の表現がおとなしい、結構癖のあるイヤホン、として認識してる。今回、パンダモンが世代を改めて、BA 抜きで登場したのは、新型になった平面駆動ドライバが、BA の補助を受けなくても綺麗な音が出るようになったんじゃないかな、と感じるようなイヤホンだった。つまり、SPD の独り立ちを披露するモデル、って印象。音色について見ていこう。パンダモンは、基本的に、中高音域、中低音域、高音域を主体としてイヤホンで、低音側に関しては、よりサイズのでかいドライバーを使っている、同価格帯のライバルと比べて、明らかに重視していない。ただ、もちろんベースはある程度出ていて、全体のバランスや雰囲気は崩れていないぞ。
また、小さなドライバの方が、高音域側によりフォーカスが合うところがあって、そこら辺の情報量や分離感を楽しむのが、ガミホやパンダモンの肝心なところ、と言えると思うんだけど、ガミホは、この部分が、BA と平面駆動の合成された音になっていて、シングルドライバの気持ちよさとはちょっと異なる、低音側がスッとしているんだけど、高中音域の音に厚みが生じ、全体があっさりなると見せかけて、妙にカロリーの高い部分があるバランスになっていた。鳴らし込んで慣れてくると、これがまたなかなかオツなんだけど、でも、ほとんどの人が期待していた音とは、ちょっと違う結果になったんじゃないかな。対してパンダモンは1ドライバー、つまり、ここら辺で3つのドライバが混ざる印象がない。パンダモンは、ざっくり言ってしまうと、補助輪の取れたガミホだ。中高音域もあっさり、分離感の高い鳴り方、反応の良い高音域、全体にあっさりとした鳴り方で、平面駆動らしい歪みのなさを体感できるし、低音域はちゃんと鳴るけど控えめだ。意外にも、このサイズのドライバーを使った低価格平面駆動って、現在購入できるものが少ない、そのポジションにうまく収まった、個性派平面駆動イヤホンだと思う。イメージキャラクターの個性が強すぎるせいで逆に距離を置かれるってどういうことだよ。せめてパンダモンが線画だけとかだったらまた印象が違うんだけど、気合い入れてフルカラーで大きく背面に書かれてる。シルエットだけのモデルとかもいい塩梅になるかも。セレストさん検討してくれませんか？見た目のインパクトが強すぎて、国内だと出落ち扱いになってしまっている本作だけど、しっかりと腰を据えて聞いてみると、セレストガミホと同じエッセンスを持ちながら、より洗練された正常進化版、というポジションにうまく進んでいる。10mmSPD には可能性を感じたんだけど、長方形の 10mm×14mmSPD を採用した、シークリアルドーンなんかは低音もより力強かったな。このパンダモンは、ガミホのリベンジをうまく成し遂げた。次はジャイアントパンダモンが出てきたりしたら、SPD ファミリーのイヤホンがさらに世界観を広げられる気がして楽しみだ。と、こんなところだな。小型の平面駆動ドライバーらしい、ハキハキとした鳴り方と、低音域側をそれほど出さず、中高音域のクリア感を増やしたパンダモン。案外、BA じゃなくてダイナミックドライバーと組み合わせるとより強烈な印象をもたらす一台なのかもしれない。案外使ってると愛嬌が湧く一台だぞ。といったところで今回はここまで。